男は黙ってセダン。考えが古いって。さあ、カンパクダディのダンディファミリーカー、Here we go! 今回ご紹介する車は2020年11月に年次改良という名のマイナーチェンジをいたしました。みんな大好きマツダ3でございます。今回はエクステリア、インテリア編です。この車、もうね、めちゃくちゃだよ。いろいろおかしいです。というわけで今回もいつも通りお父さん目線でレビューをしていきたいと思います。ダンディファミリーカー、このコーナーは家族は愛してるけどセダン以外の車には乗りたくない。そんな頑固なダディたちのために納得のファミリーカーを開拓していくコーナーです。今回は千葉マツダ大高の森店さんに撮影協力いただいております。ご協力いただき本当にありがとうございました。さあ、まずはエクステリアからこのマツダ3。日本で発売されたのは2019年でしたが、この色あせないデザインの良さに今なお魅了され続けている方も多いのではないでしょうか。マイナーチェンジをしたとはいえ、エクステリアには特段変更点はありませんので、魅力再発見なスタンスで紹介していきましょうね。まず最初に断っておきましょう。なぜファストバックではなくセダンタイプをレビューするのか。そりゃセダンが好きだからよ。おー他にもいくつか理由があるんですけど、順を追って説明していきますね。今回の試乗車は FF 方式ガソリン 1.5 リッターのスカイアクティブ G15S ツーリング。一番安いモデルではないのですが、ほぼベースグレードと思ってください。価格は約230万円。ボディサイズは全長が4660、全幅が1795、全高が 1445mm のザ・セダン。ちなみにファストバックの全長は4460、セダンの方が20センチも長いですね。松田さんらしいノーズの長い流麗なデザイン、見るからにクーペライクで切れ長なスタイルとなっています。ファストバックモデルとは違い、キャラクターラインが1本スーッと流れているため、より伸びやかさが強調されています。例えるなら日本刀みたいですね。カラーバリエーションは全部で8種類。松田さんらしい大人びた落ち着きのあるカラーパレット。この試乗車のボディカラーはスノーフレークホワイトパールマイカ。長い。日本人好みの清潔感のある白。特筆すべきポイントは何といってもサイドのプレスカーブ。3次元的な造形が反射する光さえもデザインの一部としてキャラクターラインに頼らない立体感を演出しています。これが出てからというものを真似するメーカーさんも結構増えましたよね。ちなみに以前紹介した CX30 とはくぼみ方がちょっと違います。ほぼベースグレードなのに18インチのホイール。これで230万円。デザインはこんな感じでシンプル。スポーク数は10本。合格。セダンの場合10本以上じゃないと私は認めません。タイヤはプロクセスの 21545R18 インチ。最下位グレードは16インチとなります。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪がトーションビーム。年次改良で足回りが変わったそうなので乗り心地が気になるところ。さあ次はフロントにフォーカス。近年の松田さんの象徴ともいえるクロームのシグニチャーウィング。ファストバックはブラック塗装ですが、セダンはクローム。ラグジュアリーとスポーツでうまく差別化していますね。またグリルのメッシュについても落ち着いた高級感があります。で、シュッとしたフロントライト。相変わらず内部造形がおかしい。何なのこのディティール。確かに上位グレードと比べたら見劣りはしますが、すごくサービス精神を感じますね。テントパターンはこんな感じです。プロジェクター LED。このグレードはアダプティブじゃないにしてもハイビームコントロール機能搭載です。ポジションは豆球となります。この豆球バルブは好みが分かれそうですが、最近はいろんな LED バルブがね、オートバックスとかに売っていますので、後から自分で LED にしてみるのもいいかもですね。人生賢くいきましょう。はい、続いてリアです。余計な飾りはほとんどなく、シンプルだけど洒落ている。優しい地中海の風が吹き抜けます。前も後ろもかっこいい車ってね、実はかなり少ないですからね。いや、人気が衰えないのも納得ですね。リアライトの造形も凝ってますね。綺麗。こちらのグレードは LED ではなさそうですね。でも上位グレードと遜色がないようにクリアパーツをうまく使っています。テントパターンはこのようになっております。ハイグレードということもあり、トランクゲートはリバース以外光りませんね。さすがにベースグレードではこれが限界ですね。とはいえ、国産車ではね、これがまあ普通です。さあ、エンジンルームも見ておきましょう。用意されているパワートレインはガソリン直4が 1.5 リッターと2リッター。ディーゼルが 1.8 リッター、スカイアクティブ X の4種類。年次改良により X エンジンは10馬力パワーアップ。X エンジンについては CX30 のレビューにて熱く語っておりますので、よければそちらもご覧ください。
駆動方式は FF と4輪 AWD、6速 AT と6速マニュアルもあるよりどり緑。ただしマニュアルはファストバックのみです。エンジンマウント位置は前輪よりも前で少々フロントヘビー。なぜマツダさんは未だにマニュアルモデルを出してくれるのか。メーカーさんの熱いこだわりっていうのはもちろんですが、マツダのコンパクトセダンは代々自動車教習車としての需要も多い車。マニュアル設定が必要なんですね。先代のアクセラはよく街中でも見かけますよね。残念ながらこのマツダ3は日本一かっこいい教習車とはなりませんでしたが、代わりに東南アジア圏で販売していたデミオのセダンバージョンが現在採用されています。続いてインテリア、まずはラケッジから。トランクは手動の油圧式。ロゴマークの下にスイッチが隠されている憎い作り込みです。アームカバーがあるのも素晴らしいですね。ここを隠すのは地味に大事なことよ。特にセダンは。セダンのラゲッジスペースはかなり広め。実はファストバックの 1.5 倍の容量を持っています。なぜって？さっき言ったでしょ？セダンは20センチも長いんですよ。さらに下には床下の収納スペース、三角停止板と車検証を入れたらぴったりって感じでしょうか。ピクニックシートやおもちゃなんかは入らなそうですね。後席は6対4の分割可動式、トランク内からしか開けられないので、セキュリティ面もバッチリ。結構フラットなのもいいですね。ここで子育て世帯のお父さん目線でもチェックしていきましょう。ダンディチェック。ベーシックなサイズの A 型ベビーカーを入れてみました。全長が長いので縦置き OK、横置き OK。半分余剰スペースがありますので、積んだまま買い物に行けますね。そう、これがね、セダンタイプを選んだ理由の一つ目。ただ赤ちゃんの急なおむつ替えなんかはかなりやりづらいです。続いて後席です。とは側面上部は脂肪のあるソフト素材。後席も柔らかいってマジすごいよね。しつこいけどこれで230万円ですからね。で、上から順にステッチレザー、サテンメッキ、ファブリック、スイッチはグロスブラック、プニプニした肘置き、ハードブラ。で、肘置きの押す角度によってペコペコと感触が違う問題は CX30 の時と同様。内部素材を見直してほしいところです。リアの剛性を出すためにも足元の開口幅は結構狭め。では乗り込みましょう。車内は意外と狭く感じません。ファストバックと違って窓が大きいからですかね。頭上空間も十分、圧迫感のないちょうどいい空間です。窓上にアシストグリップがあるのもいいですね。赤ちゃんのおもちゃなんかをぶら下げることができます。おっと、このグレードだと後席ルームランプに単独スイッチはありませんね。車内で赤ちゃんのお世話をしたいとき、これだとちょっと不便です。プロアクティブツーリングまたは L パッケージだと単独スイッチが付けられます。膝前空間はご覧の通り、私のシートポジションで13、14センチぐらいの空きがあります。足元空間はぽっかり空いていて、しっかりと足先を突っ込めます。座面はちょっと低めなので、男性の体格だとちょっと足が余るかも。女性や子供ならぴったりって感じ。お父さんが後ろに乗ることめったにないですからね。ファミリーカー目線だったら気にしなくていいかも。センターアームレスト裏には特に何もありません。後席アームレスト横広でいいですね。ドリンクホルダーは細身のものも固定できるデザインになっています。哺乳瓶やオロナミン C も倒れなくて非常にグッドですね。はい、後席からのインテリア前景です。おそらくこの動画を見ている人のほとんどはこのインテリアも見飽きていることでしょう。もう説明はいらないですね。シンプル、おしゃれ、デザインラインに破綻がありません。センターから助手席に流れていく横一文字は代々のマツダ3、アクセラのエッセンス。しっかりと受け継いでいます。はい、じゃあここでもダンディチェックしておきましょう。リアドアには左右ともにチャイルドロックがありませんでした。CX30 と同じですね。専用器具でのフレームロックはあるようですが、これは改善してほしいですね。チャイルドシートを固定するアイソフィックス金具はしっかりありますね。これね。こちらは後席に座った大人の目線とキッズシートに座った子供目線のリアビューです。リアウィンドウ、ファストバックと比べて十分に外は見やすいですね。大好きな働く車がよく見えることでしょう。さあ、このチャンネルの本文は子育てチャンネル、毎度おなじみ、チャイルドシートの使い勝手をダンディチェック。リアドアの開口は3段階。ルーフラインが低めなのでかなり前かがみになります。頭を車内に突っ込まないと操作はできないですね。ただ、肩の高さの開口幅は意外と広いので、肘が当たることはありません。
映像のような座面回転式のチャイルドシートをお勧めします。続いて全席チェック。B ピラーはグロスブラック。これで230万円。ドアハンドルは鍵穴や分割線が見えない一体成形型のもの。欧州メーカーでもなかなか見ない一品。内張りは後席同様質感のミルフィーユ。これがスピーカー穴だよ。これがドアハンドルだよ。といったパーツごとの主張が少ない一体感のあるもの。肘置きを含め上半分は基本的にソフトな素材。サイドミラー根元には高い音域専用のスピーカーがあります。車内はこんな感じ。さあ乗り込みましょう。ステアリングはナイスな細身の本革ステア。革の縫い目も水平なこだわりの共通のものですね。ステアリングスイッチ類は左側がインフォメーション系、右が運転支援系。気持ちいい押し心地も共通。コチコチとプチプチの間。運転席からの後方視界です。C ピラーが目立つかと思いましたが、案外見やすいですね。ファストバックモデルの方が視界は悪いんでしょうね。前方はマツダ車全般に言えることですが、A ピラーをかなり寝かせているので少々邪魔です。先代のアクセラよりは頑張ってるんですけどね、もう少し細くならないかな。このグレードのシートはファブリック製、姿勢保持性の良い長時間走行も OK な優れもの。ポジションはこのグレードだと手動タイプ。アクセルペダルはオルガン式、チルトテレスコは手動です。ポジションチェックは松田さんなので早送り、何も文句ないです。メーターユニットは CX30 や MX30 と同等のもの。左タコメーター、右がタンクと水温、真ん中が7インチインフォメーションモニター。詳しい表示は後編でご確認ください。センターには 8.8 インチのナビディスプレイ。まだ大きくはならない。中央にはスッキリとしたエアコンなどのスイッチユニット。その下には USB 端子が1つと珍しく DVD ドライブ。さらに下には小物置きトレイと手前にカップホルダー。上位グレードはここに開閉する蓋がつきます。シフトよりも奥で横並びなのもポイント高いですね。養生シールで分かりづらいですが、シフトノブ周辺はパターンプリントされたグロスブラックのパネル。スイッチはドライブモード、ボタン、電動パーキング、ブレーキホールド、タッチ操作もできるセレクターダイヤル、ナビ、ミュージック、ホーム、戻るボタン、音量ダイヤルとお気に入りボタン。センターディスプレイはタッチ式ではないので、操作類は全てここに集約されます。センターアームレストはスライド式、収納力もそれなりですね。仕切り板があります。前方には USB、HDMI 端子、SD カードスロット、12V シガー電源。オーバーヘッドコンソールにはこのグレードだとフレームを細くしたノーマルミラー。シートベルト警告とマップランプ類はぼやっと光る LED。松田さんはね、全部サングラスホルダーがあるよね。このグレードには SOS ボタン等のコネクティッドサービスオプションはありません。はい、いかがでしたでしょうか。マツダ3エクステリアインテリア編をお届けしました。ノーズが長く屋根も低い美しいクーペデザイン。廉価グレードでもそれを目立たせないディティールへの心遣い。ファミリーカーとしても必要十分。特にね、収納力については文句がありません。ファストバックもいいけどセダンの魅力少しでも伝わったでしょうか。まだまだね、いいところがありますが、それはまた次回の試乗編で。何度も言って鬱陶しかったかもしれませんが、これで約230万円。もうちょっと理解できないレベルですが、事実です。お財布事情に合わせてお買い物を楽しんでくださいませ。男に生まれたからにはお父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてほしいですね。このチャンネルではお父さん目線のカーレビューと子育てに関連する情報を配信しております。子育てパパ、ママを応援するため Twitter や Web ラジオもやっておりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、次回は試乗編です。年次改良にて足回りが更新されたと噂のマツダ3。乗り心地はどんなものなんでしょうかね。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日お疲れ様でした。次回またお会いいたしましょう。バイビー。